日本という国はいつ終わるんですか？終わりはしないんじゃないですか？終わるの定義によるんですけど、このまま多分、今の自民党の続けていくと、移民の割合はずっと増え続けますと。30% ぐらい移民増やすって言ってるんですけど、介護をする人が年間5万人ずつ足りなくなるので、そこら辺もそのロボット化機械化するって話もあんまり出てないので、多分介護をする人外国人に頼るっていうので、外国人をずっと入れ続けると。外国人って言っても、もう中国人とか韓国の人って日本に安い労働をするためには来なくなったんですよね。20年前ぐらい、喧嘩論みたいな、漫画とかが流行った時代っていうのは、割とその、出稼ぎに来る韓国の人とか中国の人っていうのが結構いたんですけど、もうほとんどいなくなっちゃったんですよ。中国、韓国。日本に来るより中国、韓国で働いた方が給料いいよねっていう。日本もうそんなに給料変わんないからねっていう。で、ベトナムの人っていうのが増えてきたんですけど、で、ベトナムの人も割合としてはちょっと下がりつつあって、真面目で優秀なベトナム人っていうのはもうあんま来なくなって、ベトナムで就職できないような、どちらかというと微妙な人っていうのが、どうやら今日本に来てるらしいんですよ。明確にちゃんと調べられたわけではないし、ある種のそのバイアスもかかってるかもしれないので、勘違いだったらすいませんと。例えば日本人で、普通に大学受かるんだったら、日本の大学行くじゃないですか。で、日本の大学に行けなかった人、日本でも就職できなかった人で、なんか知らんけど、他の国で肉体労働やったら金もらえるよっていうから、じゃあ仕方ねえから行くわっていう、あんまり優秀ではない人たちっていうのが、割と今ベトナムから来てるっていう。そう、これね、言葉選んだのもあるんだけど、これ実はね、言葉を選ぶってのはベトナム側からもあって、アメリカとかオーストラリアとかシンガポールっていうのは、割とそのベトナムの人とかでも結構優秀な人が行くんですよ。なぜか。英語だから。要するに、英語でシンガポールとかオーストラリアとかで働けると、この人は英語で会社で働く能力がある人ですよねって言って、その後じゃあアメリカに行きますとか、ヨーロッパに行きますとか、イギリスに行きますっていうので、ビジネスマンとして英語でビジネスができるという認定が得られるんですよ。なので、その場合は、その、大卒ですみたいな人も割と行くんですけど、残念ながら、日本語でビジネスができますって言って、仕事できる国、日本しかないんですよ。日本給料そんな高くないからね。アメリカ行くとね、肉体労働でも年収1000万ぐらい行くんですけど、日本だと肉体労働やっぱ年収300万円とかなんですよ。なので残念ながら優秀な人たちはわざわざ何年も日本語を覚えるために日本で働きたがないよねっていう。技術実習生みたいなので5年間なんですけど、5年間オーストラリアで働きますとかシンガポールで働きますってやると、やっぱり英語喋れるようになるので、そうするとその英語圏の世界で英語圏の給料がもらえるんですけど、残念ながら日本で働いてると、日本で5年間働いて日本語喋れますって言っても、それが他の国で働けるスキルとしては全く見なされないので、で、日本って外国人に対する差別的なものも多いし、技術実習生として来た人がじゃあデスクワークできるようなビジネススキルを与えられるかっていうとそうでもないっていうのもあったりするので、なのでそんなに優秀な外国人来ないよねってなるんですけど、これがどんどん進んでいきます。なので、優秀ではない外国人の比率というのがだんだん上がってきます。なので、結果として優秀ではない外国人が子供を産んじゃった場合に強制的に返すというのはできないので、今の日本だと。なので、そのまあ日本語が喋れない子供っていうのが学校に行くようになって、学校の教育レベルが下がりますと。学校の教育レベルが下がると同時に、その学校の教育についていけなかった2世だったり3世の子たちっていうのが、勉強してもしょうがねえし、俺たち肉体労働なんかしたくないよねっていうので、違法なことをし始めるっていうのがヨーロッパでは起きてるんですよ。ヨーロッパでフランスに移民で来ましたっていう人っていうのは一世はじゃあ仮にねベトナムの人でフランスに来ましたっていうのでフランスは給料高いから頑張って働こうと。で言葉も通じないし思い通りにならないけどでもこの自分で決めてきたんだから頑張ろうってなるんですけど2世3世の場合って俺なんでここにおるんみたいな。で、学校に行くとマイノリティとしていじめられて、なんでみたいな。じゃあベトナム帰りたいんだけどって言っても、お父さんはフランスでそれなりに頑張ってるから、ベトナム帰りたくねえみたいに言われて、マイノリティだし勉強もついていけないし、で、どうするのっていう時に、お薬売ってると儲かるよね、みたいな人たちっていうのがいて、そっちのお薬売ると儲かるよねグループに入ると、
それなりに裕福になるし、女の子とかも寄ってくるし、かっこいい服とか買えるしっていう方向にやっぱ行きがちなんですよね。なので、移民の2世3世の人たちっていうのが、そのパリだと近郊のサンドニとか、そっちの方に集まっていて、治安悪めになってしまうっていうのがあるんですけど、なんかね、あんまりパリだとね、フェンタニルの話聞かないんですよね。なので、覚醒剤的なものとか、コカイン、ヘロイン的なものになるみたいですね。会見、言論統制、徴兵、弱者キリストン、独裁になると煽る人がいて怖い。本当にそんなことになると思いますか？思いません。結局ね、憲法の法案が出て、これだったらいいよねっていうのを国会議員がまず通さないとならないので、なので弱者キリストとかになると、やっぱりそれ同意しないよねってなるし、最後は国民が決めるので、なので通らないと思います。僕は憲法改正できないと思ってるんですよ。憲政史上一番政権が長かった安倍首相って憲法改正やりたかったんですけど、結局できなかったんですよ。安倍政権あれだけ長かったし、別に過半数を自民党が抑えてるっていう時代もあったんですよ。でもできなかったんですよ。で、高市さんさ、なってまだ3、4ヶ月でしょ？十何年総理大臣をやった安倍さんができなかったのにさ、なんで3、4ヶ月の人ができると思うの？10年間でなんでできなかったかっていうと、自民党の中で自民党憲法草案を一つにまとめることができなかったんですよね。自民党の中でも自衛軍って呼ぶべきであるって人もいれば、労働の義務というのを減らすべきであるとか増やすべきであるとか、いろいろこの文章を変えたいよねっていう人いっぱいいるんですよ。憲法を変えた方がいいよねだったら多くの人は同意するんだけど、じゃあこれで行きましょうって言ったら、いやいや、俺はこっちがいいよ。いやいや、これはこっちがいいよとか、生活保護はなくそうぜとか、いろんなこと言う人がいて、結局これに行きましょうっていう一本化自体が自民党の中でもできないんですよ。国政政党の一つである参政党っていうのが、憲法を作るんだって言って書いて、あまりに頭の悪いのを出してきたんで、ボロクソ言われてたんですよね。まあ僕もボロクソ書いたんですけど、憲法学者の人とかも、これ、法律と憲法の違い分かってないんじゃねみたいな。っていうめちゃくちゃ恥ずかしいものが出てくるっていうのがあって、なので、ここの部分を変えた方がいいよねという同意を取るということすら、安倍首相の段階でできなかったので、高市さんは難しいんじゃないかなと思います。森元総理を放させる失言製造機の高市さんですが、修正データ大勝利して生じているので、近々新しい失言が出ると思っています。高市さんの次の失言はどんなものになると思いますか？でも円安ホクホクだったりとか、中国に対しての台湾有事の話もそうだし、国会の発言の中で出るんだと思うんですよね。森元首相って、失言ってその神の国発言とか、防衛大学での講演会みたいなやつとか、実は国会ではそんなに失言しないんですよ。国会の中ではこう言ってくださいっていう官僚のもらった紙をそのまま読み上げてるんで、なのでミスしないですよね。で、高市さんのミスって、原稿をそのまま読まなくて、こう言ってれば問題ないのに、アドリブでプラスして、失言って言って叩かれるっていうタイプなんですよ。森元首相って多分自分そんなに優秀じゃないって分かってたと思うんですよね。なので、国会の中ではいらんこと言わなかったんですよ。でも高市さんってね、多分自分が優秀じゃないっていう自覚がないんじゃないかなって思うんですよね。森元首相はリップサービスなんですよ。で、予算委員会とかリップサービスする必要ないから、森元首相って別に国会ではやらかさないんですけど、なんかね、リップサービスじゃないところでアドリブ、いらんこと言う系なんだよね。そういう意味でいくと、うかつレベルはね、森元首相より高いですよ。森元首相って国会とかで原稿があったら本当に原稿通りにやる人なんですよ。原稿がないところだとサービス精神を発揮して失敗するんですけど、能力値が低いっていう自覚がある分、森元首相のがマシ。自覚がない分結構大変っていうね。よく拝見長ですが、現状の日本に違反された要求も受けます。白木さん、日本は未来がないので嫌いですか？また現在フランスに移されてますが、今後日本に移る住む可能性はありますか？可能性としてはあるんじゃないですかね。まず、なぜ批判をするのかっていうのって、悪い部分を悪いと指摘しないと良くならないんですよ。勉強してた人ってわかると思うんですけど、テストをして間違ったところというのを出して、間違いを間違えないようにするっていうのをやって、だんだん良くしていくんですよ。なので、この部分は良くないよねというのを指摘して、それを良くするということによって、国家というのは良くなるんですけど、残念ながら、日本というのは完璧なのである。日本というものの、ここが良くないというのを指摘するというのは、愛国者ではないみたいな人がいるんだけど、残念ながら、今の日本が完璧だと思うんだったらそうかもしれないけど、完璧じゃないよね、今の日本って思うので、なので、ここはこうした方がいいよねとか、少子化解決した方がいいよねというふうには言ってます。完璧だと思う人がいるんだろうからすごいよね。どこまで円安進みますか？どうなんだろうね。高市さんが責任ある積極財政を本当にやれるかどうかじゃないですかね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。
ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。